皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。進藤さん、今日は何の話ですか？もしかしてデビュー曲の売り上げの話だったり？ちょっとさっき落ち着きなよ。だって今日は絶対いいこと言われる日だもん。サンセットってデビュー曲すっごーくバズっちゃったし。まあそうですね。今日はまずその話をしようと思っていました。皆さんのデビュー曲の売り上げは我々の想定した倍になりました。かなり好調な滑り出しです。やりましたね。さきといちかがいい曲を作ってくれたおかげだね。やったね、いっちゃん。よかった。曲が良かったのはもちろんですが、今回は特にバーチャルシンガーバージョンのヒットに助けられましたね。わ、800万再生くらいいってますよね。出た直後でも100万再生いっててすごいって話してたのに、どんどん伸びてくから少し怖かったな。はは、そうかもしれませんね。このバーチャルシンガーのバージョンは売り上げに大きくつながりました。そうなんですか？ええ、バーチャルシンガーバージョンを聞いてレオニードへ流れてくる層が多く、かなりの宣伝効果があったと思われます。そうなんだ。それを踏まえて社内で今後の方針について検討をしました。今日はそのお話をさせてもらいたいと思っています。今後の方針。あくまで皆さんのご意向に沿いたいとは思っていますが、我々としては皆さんに今後リリースする曲すべてでレオニードバージョンとバーチャルシンガーバージョンの2つを制作していただければと考えています。これから作る曲全部でですか？はい。いちかちゃん、先ほど申し上げた通り、バーチャルシンガーバージョンをアップすることによるメリットはとても大きいです。実際バーチャルシンガーバージョンを作る条件で皆さんにタイアップのお話も来ています。タイアップ？はい、美味しい飲料社の炭酸飲料とのタイアップです。それってもしかして手話デリサイダーですか？天馬さん、正解です。かなり大きいところですね。でもどうして私たちに？今回のデビュー曲が注目されたというのが一番大きいですが、もう一つの理由としては制作される CM のテーマと皆さんのイメージが合っているためですね。イメージ？はい、今度の CM のテーマはこの一瞬を一緒にというもので、商品の特徴である喉越しの爽やかさを学生の青春として表現するようです。そのイメージがレオニードにマッチしそうとのことでお話をいただきました。この一瞬を一緒に。確かに私たちっぽいかもね。毎回すっごーく青春って感じの CM ですよね。友達とプールでワイワイしてたり自転車で走ってたり、私あの CM 見てこんな青春したいなーって思ってました。さきちゃん昔そんなこと言ってたね。そんな有名な CM とタイアップさせてもらえる機会があるのは嬉しいですけど。
星野さん、何か思うことがあるのであれば、遠慮なく聞かせてください。タイアップ自体は、すごくありがたい話だなって思うんですけど、これから先、リリースする曲を全部、ニクに歌ってもらうって話が気になって。気になる。うん。うまく言えないんだけど、すみません。宣伝効果があるってわかってるし、タイアップでも条件になってるのに、どうしても引っかかってしまって。星野さん、プロデューサーとしての俺の意見と、マネージャーとしての俺の意見を言わせてください。まず、先ほども言った通り、バーチャルシンガーバージョンを作ることは、率直にメリットが大きいと考えています。今回のように SNS で拡散される可能性も高まりますし、よりたくさんの人に聞いてもらえる。つまり、より売れることにつながる。それは我々はもちろん、皆さんにとっても喜ばしいことのはずです。また、それでレオニードの音楽性が損なわれることもない。そうですよね。ただ、これはプロデューサーとしての意見で、ここからはマネージャーとしての意見になります。星野さん、今星野さんが悩んでいるということは、何か納得できない理由があるはず。どういう決断をするにせよ、それを払拭しないまま話を進めることはよくありません。今後の活動のために、今きちんと答えを出しておいた方がいい。今後の活動のために。はい。今後すべての曲でバーチャルシンガーバージョンを出したいというのは、確かに会社の希望する方針です。しかし、だからといって、必ず従わなければいけないわけではないと、俺は思いますよ。もちろん、単なるわがままなアーティストになってしまうことは良くない。しかし、それがわがままとはしっかりと分別された信念なのだとしたら、皆さんにとって守るべきものだと思います。でも、タイアップはバーチャルシンガーバージョンを作るのが条件なんですよね。そうですね。ですが、長期的な活動指針に関わることなので、固執しすぎず、しっかり考えて決断した方がいいです。いつまで待ってもらえますか？月末までに答えをいただければ問題ありません。わかりました。それまでに答えを出して連絡します。